2026年3月、アメリカ、テキサス州オースティンで発生したこの事件は、全米に衝撃を与えた。ある男が、手錠をかけられ連行されていく。その顔は青ざめ、視線は地面に落ちたままだった。周囲には武装した捜査官たちが取り囲み、報道陣のカメラが一斉にフラッシュを焚いた。これは映画のワンシーンではない。そしてこの瞬間にたどり着くまでに、72時間という壮絶な時間があった。時計の針を少し戻そう。その日の朝、オースティン市内にある名門高校に、一本の脅迫メールが届いた。内容はシンプルで、しかし恐ろしいものだった。校内に爆発物を設置した。という一文だった。たった一文が、2400人の生徒の運命を動かした。警報が鳴り響き、教師たちが廊下を走り回る。授業中だった生徒たちは何が起きたのか理解できないまま、グラウンドへと誘導されていった。快晴の空の下、2400人の子供たちが地面に座り、ただ空を見上げていた。その足元の地下に、本物の爆発物が存在していたかもしれない。その恐怖は、誰も口にできなかった。捜査はすぐに始まった。しかしその過程で、想像を超える事実が次々と浮かび上がってくる。学校関係者による隠蔽の試み、そして警察内部からの情報漏洩。単なる脅迫事件のはずが、より深い闇へとつながっていた。では、この事件が始まった瞬間、爆破予告のメールが届いたその朝、学校の中にいた生徒たちは、一体どんな日常を送っていたのだろうか。2026年3月、テキサス州オースティン、春の訪れを感じさせる。穏やかな火曜日の朝だった。気温はすでに20度を超えていた。木々の緑が眩しく、校舎の窓からは爽やかな風が吹き込んでいた。オースティン最大の名門公立高校、レイクトレイル高校、在籍する生徒の数は、およそ2400人。広大なキャンパスには、笑い声が溢れていた。1時間目が始まる前、生徒たちはいつものように登校してきた。友人と肩を撫でて歩く者、イヤホンをつけたまま廊下を急ぐ者、教室の隅でスマートフォンを眺める者、誰もが、ありふれた朝の続きの中にいた。バスケットボール部のエースは、放課後の練習メニューを仲間と話し合っていた。来月に控えた州大会のことで、頭がいっぱいだった。演劇部の3年生は、週末の公演に向けたセリフを口の中で繰り返していた。衣装の最終確認を、昼休みにしようと決めていた。図書室では、数学の歩行に向けた予習をする1年生がいた。先生に褒められたくて、いつもより早く来ていた。誰一人として気づいていなかった。この平和な蝶が、あと数時間で完全に壊れてしまうことを。校長室のパソコンには、すでに1通のメールが届いていた。件名には、たった1校、この学校を爆破する。そう書かれていた。それは、2026年3月の朝のことだった。テキサス州オースティン。その名門高校に、一通のメールが届いた。件名は、たった一校、この学校を爆破する。最初にそれを目にしたのは、登校してきた教頭だった。パソコンの画面を見た瞬間、彼女の手が止まった。コーヒーカップを持ったまま、しばらく動けなかったという。午前7時42分、校長への連絡が入った。校長は最初、いたずらだと思った。毎年、試験シーズンになると、こういった脅迫メールが届くことがあった。しかし、今回は違った。メールの文面には、具体的な内容が書かれていた。爆発物の設置場所、起爆のタイミング、そして、本気だ、という一言。午前8時15分、警察への通報が決断された。その時点で、すでに2400人以上の生徒が校内にいた。授業は始まっていた。廊下には笑い声が響いていた。誰一人として、何も知らなかった。警察が到着したのは、通報からわずか9分後だった。しかし、校内に踏み込んだ捜査員たちが最初に感じたのは、緊迫感ではなかった。違和感だった。教頭は落ち着きすぎていた。校長は、ある一点について、繰り返し説明を避けた。生徒たちがグラウンドへ避難を始めた頃、捜査員の一人がある事実に気づいた。脅迫メールは、外部から送られたものではなかった。送信元のサーバーログが、この学校の内部ネットワークを経由していた。つまり、犯人は、外にいなかった。この捜査は、予想をはるかに超える複雑さを持っていた。そして、72時間にわたる追跡が、
今まさに始まろうとしていた捜査が正式に動き出した。2026年3月、テキサス州オースティン、その名門高校に関わる全ての情報が捜査本部へと集められ始めた。連邦捜査局と地元警察の合同チームが組まれた。担当捜査員の数は初動だけで12名。しかし、指揮官は最初の会議でこう言った。これは普通の脅迫事件ではない。その言葉の意味はすぐに明らかになった。脅迫メールの送信元を解析した結果、サーバーのログは学校内部のネットワークを経由していた。外部からの侵入ではない。学校の中にいた誰かがそのメールを送った可能性が高かった。捜査員たちは真っ先に監視カメラの映像を確認した。校内には合計47台のカメラが設置されていた。しかし、問題が起きた。脅迫メールが送信されたとされる時間帯の映像が一部消去されていたのだ。偶然の不具合ではなかった。消去されたのは特定の区画のみ。そしてその区画は学校のサーバー室に最も近い廊下だった。捜査員の視線が鋭くなった。これは内部からの犯行だ。そして誰かが証拠を隠そうとしている。その誰かを特定するため、捜査員たちは生徒、教職員、合わせて200名以上への聞き取りを開始した。同時に、脅迫メールのメタデータを徹底的に分析した。そして、72時間の追跡の中で、最初の容疑者の名前が浮かび上がった。しかし、その人物には、完璧なアリバイがあると、関係者は主張していた。完璧なアリバイ。その言葉は、捜査員たちの前に、まるで壁のように立ちはだかった。浮かび上がった最初の容疑者。それは、学校の情報システムを管理する30代の男性職員だった。脅迫メールのメタデータは、校内ネットワークの内部端末から送信された痕跡を示していた。そして、そのシステムへのアクセス権を持つ人間は、限られていた。しかし関係者は、即座に反論した。彼は、脅迫メールが送られた時間帯に、会議室にいた。20人以上が目撃している。20人以上の証言。それは、揺るぎない壁に見えた。捜査員たちは、一度立ち止まった。しかし、諦めなかった。証言を、一つずつ丁寧に確認していく。会議の開始時刻、終了時刻、出席者の入退室記録、そして、会議室に設置された監視カメラの映像。そこに、最初の亀裂が入った。会議室のカメラ映像に、空白があった。わずか11分間。しかしその11分は、脅迫メールが送信された時刻と完全に一致していた。偶然ではない。さらに、出席者への個別聴取を進める中で、証言の矛盾が次々と浮かび上がった。彼はずっといた、というものがいる一方で、途中でいなくなった気がする、と打ち明ける者も現れた。アリバイは、崩れ始めていた。そして捜査員たちは、ある重大な事実に気がついた。証言を合わせた複数の関係者が、示し合わせたかのように、同じ言葉を使っていた。まるで、台本があるかのように、これは、隠蔽だ。組織的な隠蔽の匂いが、捜査室全体に漂い始めた。アリバイは、崩れていた。しかし問題は、それだけではなかった。捜査員たちは、証言を照合しながら、あることに気がついた。複数の関係者が、まるで示し合わせたかのように、同じ言葉を繰り返していた。彼はずっとその場にいた。何も見ていない。知らなかった。言葉が、揃いすぎていた。自然な記憶というものは、人によってずれる。細部が違う。感情がにじみ出る。だが、この証言群には、そのずれがなかった。まるで台本を読み上げるように、整然としていた。これは、偶然ではない。捜査チームが改めて学校関係者の行動記録を洗い直したとき、一つの事実が浮かび上がった。脅迫メールが届いたその夜、学校の管理職員が一人、深夜に校内へ立ち入っていた。記録には、設備点検、と記されていた。しかし、その時間帯に対応する作業依頼書は、存在しなかった。消えていた。あるいは、消されていた。さらに、捜査本部の内部から情報が漏れているという疑惑が浮上した。容疑者側が、捜査の進捗をあらかじめ知っていたかのような動きを見せていたのだ。誰かが、内側から漏らしていた。捜査室に、重い沈黙が広がった。敵は、外だけにいるわけではなかった。そして翌朝、
捜査員たちはある人物の名前にたどり着いた。学校でも警察でもない。第三の人物。誰も最初から疑っていなかった。その人物の影が、事件の全体に静かに落ちていた。次に崩れるのは、別のアリバイだった。その名前は、誰も口にしていなかった。捜査員たちがたどり着いたのは、学校でも警察でもない。第三の人物だった。名前はダニエル・レイン、34歳。職業は、学校に出入りする民間セキュリティ会社のコンサルタントだった。表向きは、学校の安全管理を支援する立場にある人間だ。だが、その裏側に、別の顔が隠れていた。IMG、セキュリティコンサルタントの身分証と、学校の廊下を歩く男の後ろ姿。レインは、学校の防犯カメラシステムに直接アクセスできる権限を持っていた。録画データの管理も、彼の担当だった。つまり、映像を消すことも、書き換えることも、彼には、できた。捜査員たちが最初の容疑者の通信記録を洗い直したとき、一つの番号が繰り返し現れた。登録名はなかった。しかし、発信地点の履歴を追うと、その番号は常に学校の敷地内、あるいはその周辺から発信されていた。そして、その番号の契約者が、レインだった。二人の間に、接点があった。調べが進むにつれ、接点の深さが明らかになっていった。最初の容疑者、17歳の生徒は、レインと半年以上にわたって個人的なやり取りを続けていた。それは、業務上の連絡ではなかった。レインは、少年に近づいていた。意図的に、計画的に、捜査員の一人が、静かに言った。この少年は、使われていたのかもしれない。誰かが脅迫という道具を必要としていた。そして、その道具として、一人の生徒が選ばれた。事件の輪郭が、大きく塗り替えられようとしていた。次に崩れるのは、レイン自身のアリバイだった。そして、その崩壊は、誰も予想していなかった場所から始まることになる。レインのアリバイが、崩れ始めた。それは、誰も予想していなかった場所から始まった。学校の購買部に設置された、小さな防犯カメラ。画質は荒く、角度も悪い。捜査員たちが最初に見落としていた、あのカメラだ。映像には、脅迫メールが送信された時刻に、レインの姿が映っていなかった。それだけではない。レインがいるはずの場所に、別の人物の影が確認されたのだ。捜査室に、緊張が走った。その人物は、教師だった。レインの担任ではない。進路指導を担当していた、ある教師だった。捜査員たちが記録を掘り起こした。すると、驚くべき事実が浮かび上がってきた。その教師は、3ヶ月前から学校側と深刻な対立関係にあった。予算の不正使用を内部告発しようとして、逆に圧力をかけられていたのだ。追い詰められた人間が、選んだ手段。それが、脅迫という形だったのかもしれない。しかし、話はそこで終わらなかった。その教師の携帯電話の通話記録に、一つの番号が繰り返し登場していた。それは、オースティン市警察の内部につながる番号だった。捜査員の手が止まった。情報が外部に漏れていた理由、捜査が何度も妨害されていた理由、すべてが一本の線でつながり始めた。レインは道具だった。教師もまた誰かの駒だった可能性がある。この事件の中心にはまだ見えていない顔があった。次の章でその顔がついに明らかになる。そして捜査員たちの手が止まった。あの瞬間から事件は新たな局面へと突入した。教師の携帯電話に繰り返し現れた番号。それは、オースティン市警察の内部へとつながっていた。捜査本部に、重い沈黙が落ちた。内部から情報が漏れていた。捜査が何度も壁にぶつかっていた理由。レインが、何度も先回りできていた理由。すべてが、一本の細い糸でつながっていた。警察内部の人物の名前は、ここでは明かせない。だが、2026年3月末、オースティン市警察は内部調査を正式に開始した。関係者1名が職務停止処分を受けた。これが公式に発表された事実だ。レイン・ローソン、当時17歳の高校生。彼は爆発物設置の脅迫と偽計業務妨害の疑いで起訴された。2400名の生徒が避難を強いられた。あの72時間の首謀者として。しかし、裁判の場で、一つの事実が浮かび上がった。レインの背後には、
彼を誘導した大人の存在があったという証言が出たのだ。教師もまた、誰かに利用されていた可能性がある。捜査員たちは、そう見ている。事件は、表向きには幕を閉じた。学校は再開され、生徒たちは教室に戻った。2400名の日常が、静かに戻ってきた。だが、本当の意味での終わりは、まだ来ていない。誰が、レインを動かしたのか、誰が、警察の内部に糸を張っていたのか、その顔は、まだ完全には明らかになっていない。この事件が残したのは、一つの問いだ。学校という場所は、本当に安全なのか、そして、守るべき立場の大人たちは、何を守っていたのか。次のエピローグで、この物語の最後の真実を話す。それから、数週間が過ぎた。レインは少年院への送致が決定し、裁判の準備が進んでいる。まだ17歳。しかし、2400人の命を人質にしようとした事実は、消えない。学校の副校長は、情報を隠蔽しようとした件で職を失った。長年、その学校に尽くしてきた人物だった。それでも、真実は隠せなかった。警察署内部の情報漏洩に関わったとされる職員は、現在も調査中だ。誰が、なぜ、情報を外に流したのか、その全貌は、まだ明らかになっていない。学校は、翌週から授業を再開した。生徒たちは教室に戻った。チャイムが鳴り、先生が黒板に文字を書く。いつもと変わらない、朝の風景。だが、あの日、空を見上げた2400人の心に、何かが刻まれた。安全だと信じていた場所が、実は脆かった。という記憶が、守るべき立場の大人が、自分を守るために動いていた。という現実が、この物語に、完全な終わりはない。問いだけが、静かに残っている。